今回はご縁がありまして、フィアット126を譲っていただけることになりました。今回はその引き上げの様子の動画を撮影したいと思います。この車はここでだいたい20年ぐらい放置されてたみたいなんですけれども、ここの上にはね、屋根がついていたので、ダメージは少ない方なのかなっていうような感じがします。それでね、今引き上げで到着したところなんですけれども、前オーナーさんがタイヤを外しておいてくれているところでした。で、タイヤは4輪とも全部潰れちゃっていて、今は右フロントだけ軽トラのタイヤに交換されているところです。これが貸していただいた軽トラのタイヤで、この奥がこんな感じで潰れちゃっていて、4輪とも潰れちゃってる感じですね。なのでこれからまず左フロントのタイヤを軽トラのタイヤに交換しようと思います。ではひとまずフロントのタイヤ交換が終わって回し締めも終わりましたので、ジャッキを外します。で、リアタイヤも交換したかったんですが、ジャッキアップするスペースがなかったので、こんな感じで前に引っ張り出します。フォークリフトを準備している間にちょっと人力で頑張ったんですけれども、やっぱダメでした。フォークリフトが来ましたので、これで前に引っ張っていきます。で、まっすぐ持っていきたいんで、フォークリフトを正面につけられればよかったんですけれども、建物の構造上ね、こんな感じで斜めからしか入ってこれなかったもんで、これでね、できるだけまっすぐ車を進めて、右側面からフォーク入れたいなって感じで作業してます。で、動いたんですけど、やっぱどうしても右側に寄っていっちゃう感じですね。まっすぐ出して右側からフォーク入れたかったんですけど、ちょっとやっぱ斜めになっちゃったので作戦変更ですね。で、まず潰れているリアタイヤを交換していきます。無事タイヤ交換が終わりまして、そしたらね、ブレーキ補充してるだろうなと思ったんですけれども、ブレーキ補充してなかったんで、手押しでね、ちょっと外まで出そうかなっていう感じの作戦になりました。無事出せましたので、これでフォークで持ち上げてトラックに乗せていきます。
で、無事乗せることができました。でね、積載車借りれなかったんで、ダンプ借りたんですけど、すごくないですかこのシンデレラフィット具合。びっくりしちゃいましたね。なんとなくでしか計算してなかったんですけど、まさかここまでぴったりになるとは思わなかったですね。いやー、煽りを上げてもシンデレラフィットですね。計算してないけどナイス計算って感じですね。それでは基地まで持って帰りましょう。無事持って帰ってこれました。持って帰ってこれたのは良かったんですけど、積載車じゃないんでね、輪止めとか、いろいろ車動かないようにしたんですけど、やっぱ車が動いててですね、ぶつかりそうなところにタオルとか巻いたりとかしてたんで、破損はなかったんですけど、やっぱ車動きましたね。なんでダンプで運ぶときは気をつけた方がいいですね。で、またフォークの方で下ろしていきます。それでは無事持って帰ってこれましたので、状態の方を見ていきましょう。まずは外装からですね。外装は結構苔が生えていますね。で、錆びもちらほらありますね。こことか結構、もう穴開いちゃってますね。穴開きはここぐらいですかね。他は穴開いてそうなところはなさそうですね。でこれ一応屋根がね、ある場所に保管されてたので、まだ劣化、塗装の劣化とかマシな方だと思います。
じゃあ次、内装の方を見ていきましょうか。じゃあまず運転席側からですね。で、運転席側。でね、天井はもう垂れてきちゃってもうダメですね。これはやり直しが必要です。でね、この車走行が1849キロメーター上だとね、メーター上だと1849キロなんですよね。これが実走行なのか、メーターを交換しているのかはわかんないんですが、シートの感じを見るとね、一回りはしてないんじゃないのかなと思うんですけど、シートは綺麗ですね。じゃあ次は後部座席見てみましょう。ちょっとね、天井が下がってきちゃってるので、ちょっと椅子を前に倒しきることはできないんですけども、後部座席も割と綺麗ですね。掃除すれば見えるようになるんじゃないかなとは思います。じゃあ次ね、助手席側見てみましょう。助手席側もこんな感じですね。ミラーついてないと思ったんですけど、後部座席側に転がってたんで、買わなくて済みましたね。あそこに発煙筒がありますね。発煙筒の有効は98年ですね。では次、エンジンルーム見てみましょう。でこの車ね、リアエンジンなんですよね。で空冷の2気筒になります。それで結構エンジンルームはね、錆が目立ちますね。一度原車確認しに行った時ね、雨の日だったんですけれども、先ほど屋根がある場所に止めてあったって言ったんですけど、ちょうどこのリア側がですね、ちょうど屋根のかかるかかからないかぐらいのところで、もう雨がちょっと当たってたんですよね。で、この車20年ぐらい放置されてたので、ここにゴミが溜まってね、おそらく本当はこう排水がこうされる設計だと思うんですけど、排水されずにこう水がこう入っていっちゃってたっていうような感じだと思います。なんでね、ちょうどここにスパークプラグがあるので、これ、ゴムがちゃんとかかってないんですよね。なんで、これがね、ここが、シリンダーの中まで水入ってなきゃいいんですけれども、入ってたらちょっと復活が大変になっちゃいますね。で、あと、マフラーとかも結構サビがすごい。ここら辺がどうかなっていうような感じですね。じゃあ次はボンネット、フロントの方を見てみましょう。で、この車はね、エンジンがリアにあるので、このボンネット側、フロント側の方がね、トランクみたいな感じになります。でこんな感じで、前側に開くんですよね。なんかスポーツカーみたいですよね。で、スペアタイヤが入ってます。で、あとは、この部分ですね。この部分に端子があるんで、バッテリーが入る場所になると思います。であとは、ブレーキフルードですね。ブレーキフルードはもうこれ、タンク空なんで、これもどうなってるかって感じ。ここら辺がね、漏れた跡あるんで、
単純にタンク、ここら辺からの漏れだったらいいんですけど、途中のね、配管とかどうなってんのかなですね。今はね、もう、ブレーキを踏むと、スカスカなんで、もうフルードは全然入ってない感じですね。なんでね、これをちょっとずつね、レストアしていきたいと思います。今回はね、このフィアット126っていう車を引き上げてきたっていう動画でした。これからね、ちょっとずつこの車をレストアして動かせる状態までね、持っていきたいなと思ってます。レストアとか今までしたことないんで結構大変かなとは思うんですけれども、頑張ってやっていきたいと思います。だいぶ長期戦になると思いますので、ご興味ある方はチャンネル登録よろしくお願いします。高評価も励みになりますので、していただけると大変嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。